僕が旅行を身軽にかつ快適にするために工夫している持ち物を20個ほどご紹介していきたいと思います。ちょっとした場面であったら助かるのがこちらのボールペンですよね。海外旅行などでは特に使う場面があるように思います。バレットペンという名前の通り、弾丸を模したそのシルエット、このくらいのコンパクトサイズなら忍ばせておいても場所を取りませんよね。中の芯は 4C 規格に対応しているので、いろんなメーカーのインクを装填可能。僕はジェットストリームの返芯を入れています。気に入ったインクを気に入ったボディで持ち運ぶことができます。そして日焼け止め、特にこの前出かけたシンガポールのように日差しが強い地域なら日焼け止めは重要ですが、メンズあるあるだと思うんですが、日焼け止めって本当に面倒なんですよね。僕はベタつくような感覚が結構苦手ですと今まで敬遠してたんですが、最近スプレー式にすることによってだいぶ楽になって、日常的にも日焼け止めをつけるようになりました。どうしても塗り込むタイプよりは効果が弱くなるんですが、つけないよりははるかにマシという理論でつけています。日傘やサングラスと組み合わせて夏の日差し対策としています。軽くて丈夫、そして安いサンダルは旅行においてとても重宝します。僕の場合このビルケンシュトックがよく馴染みます。飛行機の中では靴を履かずにこのサンダルに履き替えることで疲労を軽減したり、ホテルの中でラフに歩き回るためにこれを使ったり、海やプールのように汚れる、濡れることが確定している時にはこれを履いて気兼ねなく動けたりします。スリッパももちろん便利なんですが、ここまでオールマイティに使えるのは EVA 素材だからですね。頑丈かつ軽量なこの素材、ビルケンシュトック以外にも様々なメーカーからこの素材のサンダルは出ているので、ぜひ選んでみてください。なんだかんだ旅行の出発前やお土産などを買い込んだ帰りの便で、これサイズは大丈夫なんだけど重さギリギリじゃないとなることが多いです。これをラゲッジスケールによって事前にある程度荷物の重さを認識しておくことができます。不安材料を減らせるのはとてもありがたいですね。ちょっとしたポイントではありますが、意外とプロダクトとしてのデザインも気に入っているのがミソです。長時間のフライトではあるかどうかで体験が大きく変わってくるアイテム、その一つがネックピローです。個人的にはこのネックピロー、旅行の本筋ではないのにここまでかさばるものを持ち運ぶのがあんまり好きではありませんでした。そこで使っているのが無印良品のネックピロー。空気で膨らませるタイプなので旅行中にはかさばらず、行き帰りの時など使う時だけ膨らませることができます。そして何よりもこのネックピローの魅力は膨らませるために全く苦労しない点です。2、3回ふーっと息を吹くくらいで手軽に膨らませることができます。浮き輪などとは手軽さが全然違いますね。外側はファブリック素材で肌触りもとても良いです。畳むのもそこまで大変ではないので、旅行の時にバックパックの後ろにネックピローをかけている方にはぜひおすすめしたいアイテムです。そしてシャンプーセット、特に海外旅行などではなかなか質の高いシャンプーなどに出会うことができません。これを荷物に入れることによって家でもどこでも同じシャンプーなどを使えるのがありがたいポイント。僕が入れているのはシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、そして保湿ジェル、シャワー、お風呂周りのアイテムを全てこの中に入れられています。それぞれ 60ml ずつ容量があるので、だいたい半月くらいは余裕で持つんですよね。旅行中に切れることがないのも嬉しいポイントです。そして旅行には必須の電源変換ユニット。正直何か変わったものを持ち歩いているわけではありませんが、このように数少ないコンセントの穴を取り合うことになるので、この電源変換のユニットだけではなくて充電器もしっかり何口かあるようなものを選んでおくと、普段持ち歩くようなスマホやモバイルバッテリー、人によってはカメラやタブレットなどなども含めて常に寝ている間で 100% まで充電することができます。今持ち物リストに入っていない方はこれも持っておくのがベターでしょう。旅行ではこのケースコーのケースを使うことが多いです。普段はもう少し見た目とかシンプルさを重視したりしていますが、旅行の時には頑丈さや機能性を意識しています。現状スマホは海外旅行の生命線ですからね。ケースコーは個人的にケースに求めている部分を全て満たしています。保護性能の高さに加えて360度回転していろんな角度で固定できるスタンドが背面についています。スタンドは外さずにこのままマグセーフで充電することができます。できればもう少し見た目がいいものだったらいいなと思いつつも、機能面でかなり気に入っているケースでもうかれこれ 2,3 年ほど使っています。そして続いてはこのスマートリング、指輪です。僕はリンコンのものを使っています。
旅行中こそ健康維持や管理は重要ですが、スマートリングであれば持ち物を増やした感覚なく気軽につけていけるんですよね。睡眠の質や心拍、ストレスなども計測できて、皮膚温度の変化から体温の異常まで感知してくれます。一般的なスマートリングよりも長く10日ほどバッテリーが持つのがポイント。10日持つので Apple Watch と違い、海外旅行などにも充電器なしで持っていくことができます。デザインに関しても個性が少ない分、普段のファッションに合わせるのが簡単ですね。そして海外旅行には必須のパスポートですが、僕は最近パスポートケースをつけるようになりました。適当にポケットに突っ込んでいたら結構ボロボロになったんですよね。僕が使っているのは Beams Japan のもの。文具メーカーであるハイタイドの別注がかかっているモデルです。レザー調の品のあるデザインと手に取りやすい価格帯からこちらを選びました。金色のロゴが真ん中にパーンとついてるのはちょっと気になりますが、まあそのくらいですかね。変に装飾とかもなく、かなりシンプルです。ポケットもいくつかあるので、チケットなどちょっとした資料が発生した時にもこちらに収納できます。もう少し旅が増えたらまたいいものを購入してもいいかもしれないですね。続いて衣類ケース。旅行に持っていく衣類は全てこのバッグの中に入れて圧縮します。特に冬場はニットやスウェットなどをかなりコンパクトに持っていけるのがこの衣類ケースの強みです。この袋の構造、袋を閉じる役割のジップとマチをなくしてコンパクトにするジップ、この二重のジップ構造になっていて、まず普通に中を入れた後に押さえつけながら圧縮していくことになります。巷ではドライヤーなどを使って空気を抜くものもあります。それとは違ってこれは完全に自分の力で閉じる形ですね。労力は必要なものの、その分他の持ち物や電気が必要ないので、いつどこでもパッキングをすることができます。割と3枚セットが2000円程度で売られていたりと手に取りやすい価格帯なので、ぜひ検討してみてください。どんなに暑い場所に行く時にも僕は羽織を1枚入れていきます。日常生活ではよくありますが、室内では寒かったり、また雨が降ったり、逆に日差しが強すぎて肌を守る必要が出たり、様々なシーンに対応するためのアウターですね。僕が使っているのはデサントオルタレインのウィンドブレーカーです。コンパクトに畳めるナイロン素材のもの、生地の薄さ以上に熱を遮ってくれますし、丸めてしまえばこのサイズ感になります。ちなみにこの袋はユニクロのウルトラライトダウンについてきた袋を流用したものです。ウィンドブレーカー自体がこういったパッカブルな仕様ではありませんが、こうして十分に使うことができています。荷物にさっと忍ばせるのがポイントですね。続いてはカメラ。僕は旅行では Vlog を撮ることがほとんどなので、やっぱりこの Osmo ポケットが欠かせないですね。さっとポケットから出して数秒で撮影体制に移れます。手ブレ補正機能の優秀さも段違いで、寄ればしっかりボケますし、モニターの大型化で操作性も上がりました。最新の Osmo Pocket 3ならバッテリーも1日持つようになったので、本当に選択肢がこの一択になってきています。また Osmo Pocket 3には僕は三脚をよくつけて使います。机などに置いてカメラを自分に向けて撮ることも多いので、この三脚は必須なんですが、これまで使っていた純正のものをウランジ製のこの2つの PK08、PK11 に置き換えました。このアクセサリーを使うことによって機能はそのままにかなりサイズを圧縮することに成功しました。三脚は置くと自然と固定される仕様。金属製のボディは堅牢性が高く、触っていても所有感があります。ここまでサイズを圧縮できたことで本当の意味でポケットサイズになったなと感じます。最近シンガポールに行ったのですが、かなり重宝しましたね。そしてリコーの GR3X、 これもまたポケットに入れるカメラとしてはかなり優秀です。このサイズ感のカメラの中では撮れるもののクオリティは最も高いと言ってもいいのではないでしょうか。最近は持っている人も多いですが、それとなく撮った絵が雰囲気を加えて仕上げてくれます。ボケ感がすごく綺麗ですね。僕が使っているのは GR3X、 iPhone よりも少し画角が狭いモデルです。この狭さがスマホでは撮れない写真を生んでいるんだろうなと思っています。日常的にも持ち歩いていて、さっと撮ってさっといい感じになるという点が本当に気に入っています。その他のギアも紹介していきます。アンカーの SD カードリーダーです。今紹介したようなカメラで撮影したデータが膨大になってくると、その SD カードがパンパンになることもあるんですよね。また何かのミスやトラブルで撮影したデータがゼロになってしまわないように、単純にバックアップも取っておきたいです。ということで SD カードリーダーを持ち歩くんですが、これはできるだけコンパクトなものがいいということで、こちらのアンカーのものを使っています。
本当にこのサイズ感、この軽さで Mac に挿すだけで SD カードのデータを転送できるのは大きな強みです。また Osmo Pocket で使っているのはマイクロ SD カードなんですが、こちらもこのリーダーで対応できます。全く負担にならないサイズ感でバックアップを取りやすくなるというのは本当にありがたいところです。旅行における iPad の役割はかなり大きいです。雑誌を読んだり動画を見たり、長い移動時間を潰す大事な役割を担います。ずっとスマホというのもずっとパソコンというのもしんどいですもんね。特に飛行機の中でこれまでの積んどくをひたすら消化していくのがとても楽しいです。本当にはかどるので、日常的にもこういったコンテンツ消費端末として特におすすめです。以前見かけた本1冊だけ持って飛行機の中に入っていくおじさんが本当にかっこよくて、僕も iPad でそれをやりたいなと思っていますが、まだなんだかんだパソコンとかを持ってしまっていて実現できていません。そして旅行には念のため持っておきたいモバイルバッテリー、主に Apple Watch をつけていく人向けにこちらのアンカーのバッテリーをおすすめします。1万 mAh という申し分ない容量に Apple Watch の充電ユニット、そして内蔵ケーブル、さらに別の USB-C アダプタが付属しています。もうこれ一つで全て賄えると言っても過言ではありません。実は旅行においてはモバイルバッテリーの必要性がそんなに高くないことが多いんですよね。旅行のスタイルにもよりますが、毎日ホテルに戻るような場合にはそこに充電器を置いておけば、バッテリーなんか使わないということがほとんどです。そのためバッテリーを持ち運ぼうとするなら、なぜ持ち歩くのかということを問いかけるのが大事。僕の場合それは Apple Watch の充電を兼ねたいという気持ちがあります。充電器からこのバッテリーに接続することで万が一のための保険としつつ Apple Watch を充電できるというのが本当に便利ですね。そしてヘッドホン、僕が使っているのはバウアース&ウィルキンスの PXS2E というモデルです。別にイヤホンでもいいんですが、僕の中でかっこいい旅人の像がヘッドホンをつけているのでちょっと憧れているところもあります。ノイズキャンセリングの性能も十分あるので、先ほどの iPad と同じように移動時間を充実させるためのアイテムの一つです。事前に音楽やラジオ、ポッドキャストをダウンロードしておいて飛行機の中で楽しんでいます。とんでもなく暑い時以外はこのヘッドホンスタイルがいいなと思っています。以上が僕が旅行で工夫している持ち物たちでした。できるだけ荷物を減らすというのは旅行を楽しむ上でも重要なポイント。役割を兼ねたりコンパクトなものを選んだり、それでいて機能性が十分なものを選べるとより旅行の充実度が上がってくると思います。ぜひ今回の動画を参考に皆さんも旅行を楽しんでいただければと思います。今回はこの辺で。以上、なごみけでした。では。